このゲストハウスの中庭をリフォームしていきます。こちらが今回リフォームしていくお庭です。このお庭はゲストハウスのオーナー様が購入した当初からあったもので、オーナー様が今回さらにいい庭にしたいと考えてリフォームすることになりました。まずはこの庭を解体していきます。今回の改修は既存の材料を再利用することが前提条件となります。一つ一つの材料をもう一度使えるように丁寧に取り除いていきます。モルタルは取り除き、天然の石はもう一度使います。うわ、ちょっとね。土の中に埋まっていた天然の石も集めてこの庭で使用します。にはもともと竹は植えられていませんでしたが、この庭で竹が生えていました。
この理由は隣の家に植えられている竹の根っこがこちらの庭まで入り込んでいたためです。竹は非常に生命力が高く、どんどんと根っこを横に伸ばして広がっていきます。そのため隣の家から根っこが入ってこないようにカバーを取り付けていきます。このお庭は坪庭と呼ばれる小さなお庭です。この限られたスペースを有効に使い、このお庭を最大限に広く感じられるような空間にしたいと考えています。そのために部屋の中や浴室からの視線を考慮し、蝶ズバチを最も目立つ場所へ持っていくようにしました。この見せ場を部屋の中から最も遠い位置に配置することで、少しでも奥行きを感じられるようにしています。部屋の中からの視線の向く先と庭の動線を重ねるように構成し、全体のベクトルが同方向になるように意識しています。これにより部屋の中からも自然と見せ場に視線が向くようになり、庭と部屋の中が一体となります。こうすることでゆったりと落ち着いて眺められる景色になると考えました。蝶ズバチを中心に据えたこの形を日本ではつくばいと呼ばれます。このつくばいはもともとお茶室に入る前に心身を水で清めるために使われていましたが、お茶庭以外でも庭の景観としてつくばいが組まれることが多々あります。つくばいは蝶ズバチと薬石と呼ばれる3種の石とその真ん中の海で構成されます。蝶ズバチはつくばいの中心となります。ここに水をためて、この水で手や口を洗います。
神社と同様にお茶室は神聖な場所とされていたため、そこに入るために身も心も清めていたというのが奈良橋となっています。手水鉢を使う際に乗るための平らな石のことを指します。夜に手を洗うときに明かりを置くための石です。この石は冬の寒い時期にお湯が入った桶を置くためのものです。この場所は4つの石の中央にあり、手や口を清めた水などを受け止める場所です。これが一般的なつくばいの構成とされています。今回はこの石を加工し、掛火を作ります。掛火とは水を注ぐこの装置のことを言います。